刺し目がですね、1年生から3年生ぐらいの刺し目で、この目切りをしてみます。一番若い時は、あまり切り込むと今度成長太さとかね、横幅のいろいろ目的の成長をしないので、最初の 1,2 年はあまり邪魔になるとこ以外はあまり切らないんです。そうしてこういうですね、こういう先端、これねじってこう切っとるんですが、先端、こういうあまり長くなると一旦こういうところで止めるとか、そういう目切りで、あまり難しく考えずにですね、先端だけ。それで、以前も申し上げましたが、目を切るときは裏から切ると、普段はこういうふうに毎日見とる関係でですね、先端が赤いとなんとなく気になりますので、その辺は上から切ってもそう作業にやってるのか、木の力には影響しませんので、だけどこういう気持ちが最後の仕上げの時に、自然と出ますので、できるならこうやってね、裏側から切っとくと眺めがいいんですので、毎日眺めるにはやっぱりいい方法を、頭に覚えていただきたい、そういうふうに思います。こういうふうでね、ちょっと長いかなと思うような、これを切らなきゃ絶対ダメだよっていうことは必要ないです。また、来年とか今年中にもう一回切るときに、バランスが悪いなというふうに思いますので、これはこれでこんな程度です。こういう程度で一応バランスの取れたあれですね。今度4年生から5年生ぐらいですね、これが何年かちょっと分かりませんが、大体見たところ4、5年生ですね。これが、あと2、3年で完成というところなんですが、いいですか、これがちょっとこういうふうに棚ができかけてますね、ご覧のようにね。でこれからちょっと剪定して、まだやることは、植え替え、もうちょっと大きい鉢に植え替えるんです。こういうのにやりながら、これ針金かけ金網釣り、小出式金網釣りっていう、これを引っ張るわけなんですが、その前にちょっと針金、かける前にですね、全体的にこれ少しずつ先端をね刈るんですよ。そうするとこういうね、例えばここが棚になると奥の方はこういう目がねちょっと邪魔になるんですよ。ですからこういうのをカットする。これが仕上げの時の目切りに近いですね。まだ完全な目切り仕上げじゃないんで。いいですか、こういうところ、前の方のこういうところを
ある程度刈り込んでおかないと、ここら辺が出にくいんですよ。ので、やっぱりちょっと面倒でもこの辺ね、ちょっとずつ刈り込んで、ここ、先端の方はあんまり伸ばしすぎはいけないんで、まあこの辺がね、勘で覚えるしかないんですよ。なかなか言葉でも、文字にも書きにくいですね。まあ、ぜひ YouTube が一番私は説明しやすいと思います。何気なし無作為にこう切ってるようですが、これはね、いいですか、もっぺんカメラマンちょっとごめんね。ここで切ると少しこっちに残ってるんですよ。これが刃になるんですよ。わかるかな。ちょっとここで切ってこの分ここら辺ちょっと残す。これでも一緒ですよ。ここで切ってこっちが残ってる。こういう芽が残っとらなあかんですよ。邪魔だから全部切っとるんじゃないですよ。そうするとだんだんこれが厚くなってくる。こういうのが出てきて、この棚ができやすくなる。そういうふうに理解してください。ここちょっとあるでしょ。だけどこのまま長いんですよ。だからちょっとこの先端をこう切っとく。これもこう切っとく。これもこう切っとく。ね。こういうふうです。こうやってどうしてだっていうふうなことを言わずに真似ていただくと私も助かりますよね。ハサミもね、先端の一番尖ったのを使ってくださいね。これはブドウのハサミ、ブドウ切りのハサミ。もう一つ、完成間近のもの。昨年取り木をして外した、まあこれたびたび出ますので、ということは私のところは現在はこれ1本しかいいのがないみたいですね。まあ仕上げのやり方を全部やるとちょっと1時間や2時間では済まないぐらい、まだ私もこの樹形をしっかり把握してませんので、仕上げのこの部分だけを仕上げますので、ちょっとご覧くださいね。こうして切るとですね、今度、全体の上の葉が新しく芽が吹いてくるんですが、だいたい2ヶ月から3ヶ月3ヶ月ぐらいで、新しい芽がバーッと揃うんですよ。まあその辺しばらく我慢しながら待つわけなんですけどね。だから11月の展示会に、完全に目を揃えて、出す場合は
9月頃ですね。9月ではちょっと遅いぐらいですね。11月でね、8月頃がいいですね。8月の中頃、真夏ですがちょっと頑張ってやると展示に使えますね。秋の展示。もう9月以降はこういうことはやらない方がいいです。目が動きませんのでね。まあこの辺洗いでやってないってことは分かるでいいけどね。まあこの辺から棚作るんだったらここをね、まずこの上をしっかりした上のところを区切りのとこ、作って、でこの辺を次の棚の下ですね、下の棚ができるようなですが、またこれがこれはまだ2、3年きちっとした棚作るには2、3年かかるんですが、棚の作り方として、同じですよ。ここの切れ際をきちっと、こことここがね、ちょっとこっちがかぶさってくるようなで、こういう切り口が大きいこれですね、これ残しとくとちょっと茶色になって、こういうふうにこれも茶色になってますね。でこういうと今切っとくと目立たないようになりますね。でこれをそのままにっとくとまたこれが目立ちますので、ちょっとここら辺でちょっと大きいですが、ここもそうなんですよ。前切ったのがちょっと残ってますが、ここはできるだけ取ると消えるでしょ。ちょっと小さくなって目立たなくなる。こういうやり方ですね。感じつかめますか？これが一番いかんとこだね。棚のできないとこね。でこれをここでこう下の目をっていうのか、でこれをもうちょっと上上げて、こうするとどうですか？こういう感じで、次の棚がきれいに見えますね。まだここら辺が透けないであまりあれですが、こんな状態です。ここがちょっと見にくいなということでだけどここにない場合は切れないんでね、ここへできるだけたくさんの、ね、芽ができるように前々から、枝を作るようにこういう風ですね。こうするんです。まだちょっと十分じゃないですよ。これ本当はぐーっとここら辺までもっと攻めるんです。私はこれから今は攻めると何もなくなっちゃうで、向こうへ行きにくいんですが、こうやってね切っとくと、だんだんまた奥の方で芽吹くんですよ。こういう芽がね、これがぐーっと伸びてくるんですよ。この辺も一緒ですが、ですからいっぺんにできません。きちっと自分の思うようには、1年に2辺ぐらいこうやって刈り込むんですが、それで少しずつ自分の思うようになってくる。ご理解いただけましたでしょうか。本当はこれとこれとの差も作った方がいいですね。この枝とこの枝とは違うはずですから、違いますね。こういうふうにもともとは太い枝があるはずなんですが、
今日はちょっとここら辺触るのちょっとやめます。まあここら辺の棚の要点だけをご覧いただきましたので、あとこういう状態、前のものと見比べてください。まあ先ほどと重複するかもしれませんが、この辺一部分だけの刈り込みで皆さんに、十分な説明はできませんが、このような状態でね、区切り、この辺の区切りをする、これが一番重要なんですが、下からっていうのか、ここに枝をたくさん、作るっていうことも一つの技術ですので、この辺もやっぱりちょっと時間はかかりますが、丁寧に、仕上げていただく、まあ、その辺が肝心だと思いますので、一つじっくりと作り込んでいただきたいというふうに思っております。新芽切りを行いまして、本鉢に植え付けました。一回りいたします。この石化ヒノキは、挿し芽からほとんど無傷でですね、大きな枝も抜かずに、こういう形ができました。まあそういうことで、いい形になったと私は思っております。樹齢は17年ぐらいですね。ちょっと私がいつも10年で完成と言っておりますが、これはじっくりと小鉢の中です。ざるに、2、3年、培養して骨を出して、それで完成したものです。まあ以上です。